ちょっと待って。路肩シャーベットです。俺は何をやってるんだこれ。大丈夫なのか。ちょっと待って。完全に雪だけど。うわ、怖っ、怖っ。怖いよ。真ん中凍ってんじゃん。あ、ダメだ。マサチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。マサチャンネルのマサです。ただいま東北道をですね、福島方面から埼玉方面に走っておりますけども、なんとただいまの気温2度です。2度2度ですよ。栃木県に入りました。那須入りましたね。那須寒いんだよな。那須はね、ちょっとこれ緩んじゃってんだよな。ちょっと待って。那須はね、非常に寒くてですね、私、大宮に住んでるときに、ちょっと待って、よいしょ、大宮に住んでるときに、ハンターマウンテン塩原っていうスキー場でマイナス14度っていうのを経験したことがあります。マジで那須って寒いんですよ。そんでね、この2度の高速道路を走ってるっていうのは、非常に厳しいんですよ。これ、バイク乗られてる方だったら、僕のチャンネルはバイク乗ってる方が見てると思うんですけど、もうとにかく冬の高速って厳しいんですね。で、今、マサチャンネルの装備は、アウターは串谷さんのアロフトジャケット、アロフトフードジャケット、昨年モデル、2022年モデル。で、パンツもアロフトパンツ。これ最強だと思いますね。その中に、電熱を着てるんですけど、まず一番中が、ヒートテックコットン。で、なぜコットンかというと、極暖とかの方があったけえじゃんって思うかもしれないけど、僕、乾燥で痒くなっちゃうんですよ。なので、化学繊維は痒くなっちゃうんで、一番下に着てるのはヒートテックコットンです。で、その上に小峰さんの電熱インナージャケット上、電熱インナージャケットの上と、それと電熱タイツ。これはね、なぜこれ選んだかっていうとね、先っぽまであるんですよ。指先まで。なので、電熱タイツで、小峰さんの電熱グローブで、強さなんですけど、それとあとグリップヒーターで、これはもう純正です。VFR800X 純正。ただね、これはね、前乗ってた CB650R はすげえ熱くなったんだけど、これ全然熱くないのよ。なんだろうね、もうちょっと熱くなってほしいんだけど、5段階の5で一番熱い状態でやってるんですけどね。はい、那須高原ですね。こっち側はスルーします。それでですね、運用している強さなんですけども、グリップヒーター最強でしょ。で、電熱グローブは最強です。で、ジャケットは最弱。で、タイツは3段階の2番目。で、VFR800X だと 13.9 と14ボルトを行ったり来たりしてます。通常だと 14.2 とか3とか出るんで、走ってる時は平気だと思います。で、今日はね、その話じゃないのよ。今日する話は、エンジン大切に使ってますかっていう話です。これはね、大切に乗るっていうのは、なんか結構勘違いしてる方が多くて、なんか回さないでね、なんか、今、慣らし運転ってぜひあるじゃないですか。慣らし運転しなくてもいいとかっていうのありますけど、慣らし運転に関してはね、僕も、きっちり1000キロ、すごく低回転で走れとは思わないです。僕、あれは正しいと思ってないです。っていうのは、ハンター株とか、クロス株とか、新車でからですね、慣らしをしたことがあるんですけども、レンタルでね、0キロから走ったこともあるんで、なんとなくわかるんですけど、150キロから慣れてきますね。100から150ぐらいから、なんかこなれてきたなって感じがあって、200キロちょっと、200キロちょっと、そうですね、150から200キロぐらいから、エンジンフィーリングとかシフトフィーリングとかもすごく良くなるんで、もうその辺からね、いきなり回せってことじゃなくて、徐々に回した方がいいかなと思います。だから僕が一番良くない慣らし運転って、よく1000キロぐらいまでダラダラ、例えば、半分ぐらいって言うから、よく5000回転とかね、そのくらいで我慢して走って、で、オイル交換しました、終わって。オイル交換、フィルター交換して、
わーいって言ってドカーンって回すみたいな、一番良くないと思います。だったら、鳴らしの時から少しずつ少しずつ負荷をかけながら、1足とかじゃなくて、3足とか4足とかで、割と負荷がある状態で、5000回転、6000回転、7000回転、8000回転とかで徐々に回していって、で、レフト近くまで回してっていうのを、200キロから300キロぐらいでやって、そんで、もう回しちゃった方がいいと思います。まさちゃんの動画とは思ってます、僕はね。突然回すより徐々に回した方が絶対いいから、とは思うんですけど、その、エンジンの、健康状態っていうのは、多走行のバイクだと、やっぱり中のエンジン内部の摩耗とかってなってくるとは思うんですけど、どう考えたって、5万キロとか6万キロとか、10万キロとか走っても、日本車のエンジンって大丈夫じゃないですか。ちゃんとオイル交換しとけばね。だから、エンジンの健康っていうのは、そこじゃなくて、エンジン内部が綺麗かどうかだと思うんですよ。でエンジンの中ではガソリンが爆発してるわけだから、ディーゼルエンジンだったらね、軽油が爆発してるというか、あれは圧縮で勝手に爆発してるんだけど、爆発するってことは、すすが出るんですよね。すす。これね、カーボンと言われるものですね。カーボンって言いますね。で、それがですね、低回転でずっと走ってると、どんどん溜まってくるんですよ。これはね、特に最近よく見るのは、クリーンディーゼル。車のね、マサさんとかのクリーンディーゼルって素晴らしいじゃないですか。あれやっぱ低回転でダラダラ走って、かつちょい乗りだと、すげえカーボンが溜まっちゃうらしいんですよね。やっぱある程度回すときに回さないと、カーボンが飛んでいかないと。で、飛んでいかないし、触媒があるんですけども、触媒っていうのは、結局何をしてるかというと、そこで熱を溜めて、有害物質とかすすとかをもう焼き切っちゃってるわけですね。だから、ああいうのが必要なんですけども、やっぱね、すすに関しては、どんどん溜まってしまうので、触媒が詰まってしまうということになるらしいんですけども、とりあえずね、ある程度ですよ、回すときに回してあげないと、エンジンの健康、エンジン内部の綺麗は保てません。そしてですね、この子です。私の愛車、VFR800X でございます。これはですね、V 型4気筒、VTEC というですね、もうこれからですね、絶対にこういう気候のバイクが現れないであろうというような気候を持ったバイクです。なので今年か、2023年、もしかしたら2024年にこの動画が公開されているかもしれないから、去年ですね、2023年に CB650R を売って、これを購入させていただいたんですが、中古でね、4000キロしか走ってない中古を見つけたんで。でですね、それをですね、ホンダドリームの、よく担当してくれてる方にですね、これが納車になりましたので、今度これをお願いしますっていうふうにお伝えしたときに、最初に言われたことが、マサチャンネルさん、あのバイク、VTEC 入れた方がいいですよ。要するにですね、回した方がいいですよと。なんでですかって言ったら、バイクのホンダの VTEC っていうのは、4バルブと2バルブを切り替えてるんですね。で、車の VTEC はですね、ホンダの VTEC はバルブのリフト量を変えてるんだ。バルブがいっぱい開くようになる。要するにハイカムになるってことなんですね、車は。だけどバイクの方はそうじゃなくて、4バルブと2バルブを切り替えてますと。で、低速時は2バルブです。ですので、普通にタラタラ走ってると、特にこの VFR800X みたいなハイパワーなエンジンがですね、高回転が回ることないじゃないですか。だからずーっとですね、ほぼほぼツーリングで乗ってる限りは2バルブで走ってるんですね。なので、たまにね、高回転型回してください、高回転型のバルブが開くように回してくださいと言われたんですが、実はね、VFR は多分ね、6500回転、もっと多分細かい数字があると思いますけど、6500回転ぐらいでですね、残りの2バルブが高速側のが開いて、で、4バルブになります。2バルブから4バルブに変わるということですね。で、高速道路だと、それができるので、やってみたいんですが、
実はね、6速のまま行ったら、150、60出ないと、多分ね、6500回転いかないです。なので、なかなかそれは難しいですね。なので、シフトダウンするしかないんですよ。で、シフトダウンして、どのくらいで高速側のに切り替わるかっていうのをね、ちょっとやってみたいのと、もしね、音の違いが分かれば聞いていただきたいなというふうに思います。まあ、それによってね、カーボンをある程度排出して、きれいにして、エンジンの中をですね、きれいに保とうというところですね。では、ぴったり100キロでやっていきます。今、100キロ、6速での回転数は、4200回転かな。はい、5速が、4800回転、4600回転ぐらいかな。はい、4速が5500回転。ね、まだ回んないじゃないですか。で、多分3速行くとですね、多分回ります。表現が難しいな。3速に100キロ入れると6500回転超えるので、4バルブに切り替わりますね。高速側の紙が開きます。せーの。はい、3速100キロで6800回転ですね。さらに2速行ってみましょうか。2速行ってみます。2速だと9000回転。これなかなかいい音でしょ、これ。もうちょっと回してみようか。110キロで1万。どうですか、この音。めっちゃレーシーな音じゃないですか。じゃあちょっとね、切り替わりの音をね、聞いてもらいたいなと思うんですけど、これはね、今3速で走ってるんですけど、4速だ。4速で走ってるんですけど、3速だとね、ちょっと聞きづらいので、4速で行きますから、ちょっとね、メーターは見えないかな、見えないようにしておきますけど、4速の90キロで5000回転、ここから回していって、切り替えの音を聞いてください。いきますよ。今の音です。もう一回90キロね、5000回転から。ここです。もう一回行きましょうか。僕手上げますからね。いきますよ。わかりました？わかりましたか？切り替わり。こんな感じでね、音がすごく切り替わるんですよ。なので、VTEC に乗ってる方限定のこれ動画ではないんですけれども、たまたま VTEC は高回転側の2バルブが開かないです、なかなか。特に大排気量は開かないから、たまには開けてですね、エンジン内部の健康を保っていただきたいなと。で、他のバイクに乗られてる方も、やっぱりある程度きっちり上まで回して、たまにはね、エンジン内部のカーボンをですね、排出してあげるように、きれいにしてあげると、よろしいんではないかなというふうにね、思います。これはエンジンの健康を保つためです。いつも回してギュンギュン乗れとかっていうことじゃないです。どう考えたって、いつもレッドゾーンまで回してるバイクの方が、エンジン寿命なんて短いの決まってますからね。ただやっぱり、回らないバイクは回らないバイクになっちゃうんで、やっぱりたまにはって言ってもね、1回乗ったら1回ぐらいだと思いますけど、回せる状況があればですね、きっちりね、高回転まで回していくといいかなと思います。特に大型バイクは、高速来ないとね、やっぱり回せないじゃないですか。特に、この前ね、はやぶさなんかだって、一速でですよ、高速走れちゃうから、11500ぐらいからレッドゾーンで、100キロ急ぐでまだ8000回転とかなんですよ。意味不明でしょだ
ただまあ一足で100キロぐらい出すと、まあそこそこ回るので、そうやってね、たまにやっぱりこう回してあげないと、本当にエンジン内部の健康が良くなくなっちゃうのでね、まあ高速と来た時ぐらいはね、少し大型バイクの方もエンジンを低回転で走って、低回転じゃない、低速で走って、低速のギアで走って、エンジンを回して、エンジン内部をね、きれいに健康を保っていただければよろしいんではないかなと思います。そしてですね、マサチャンネルはこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしております。この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられて、チャンネル登録にご協力をお願いいたします。チャンネル登録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 。私もですね、映える綺麗な女の子の動画が大好きでございます。しかしだ、おじさんも頑張ってるんだよ。なのでですね、このチャンネルを見たですね、皆様、ぜひ、チャンネル登録にご協力を。マサチャンネルのこのレンタルバイクをですね、借りるに2万ぐらいかかるんですけども、今年ね、約20台も借りてしまいまして、破産寸前でございます。ですので、協力をぜひよろしくお願いします。それでは、マサチャンネルこれにて、さようなら。